こんにちは、北浜なんです。今日はハロウィン仮装メイクについてご紹介していきたいと思います。いや、いつもハロウィンみたいなことしとるやないかーいって。3 days later. 今年からね、結構ハロウィンの仮装を復活させようみたいな人も多いかなと思うんですけど、ハロウィンパーティーだったり、ハロウィンのイベントだったり、テーマパークだったりで仮装したいなって思う人もいるかなと思って動画を上げてみました。でも一つ注意点がありまして、テーマパークでの仮装の場合なんですけど、結構テーマパークごとに仮装のルールというか規約があったりするので、事前にそのルールを読んでいくことをおすすめします。せっかく仮装していったのになんか入り口で止められたりとか入れなくなったりとかしたらめっちゃ悲しいので、それはぜひ事前にチェックしていきましょう。私も去年でユニバーサル・スタジオ・ジャパンの仮装についての動画を出させてもらったんですけど、今年からまたそのルールもちょっと変わってるみたいで、怖いメイクがダメになったりとか、顔を覆うマスクとか規制が厳しくなったりもしてるみたいなので、ちょっと事前にルールをチェックしていくことをおすすめします。いや、絶対この手じゃないやろでおすすめします。はい、前置きはこの辺にしておいて動画に行きましょう。まず下地と BB クリームを塗りました。カラコンはエヌズコレクションのサバ定食という色です。アイシャドウの発色と持ちを良くするためにアイシャドウベースを塗っていきます。小さく手に取って目元に塗っていきます。コンシーラーで目元のクマとか眉毛の剃り跡とかを隠していきます。これ塗りすぎると結構ガサガサに後で浮いてきちゃうので、うっすらとパフでぼかします。はい、アイシャドウを使ってシェーディングをしていきます。目元とか輪郭に影を入れて立体感を出していきます。顎の下は気持ち濃い色で入れてます。アイライン描いていきます。アイラインはいつもの感じでちょっとオーバー気味に描いていこうと思います。このアイライナーはすごいちゃんと発色するし、細く描けるのとなかなか落ちないので、コスの時はいつもこれを使ってます。ちょっと後ろに猫ちゃんが来ちゃいましたね。猫が来たことに何も気づいてない。で、アイシャドウの一番濃い色を使って眉毛を描いていきます。眉毛は一番大事なポイントなので、バランスとか細さ太さ一緒かを気をつけながら描いてます。で、コンシーラーで眉毛を縁取るようにして綺麗に形を整えていきます。これをするとくっきりとした綺麗な眉毛になるのでおすすめです。はい、ここからピエロメイクをしていきます。ちょっとアイライナーをね、さっきのものから滑りがいい描きやすいものに変えて、デザインを考えつつ描いてます。これ別に最初からデザイン決めとけばよかったんですけど、いろいろ考えながら描いてるので途中で変えたりもしてます。もう大胆に描いちゃうのが大事ですね。顔にペイントするのって結構凹凸があったりして難しいんですけど、こうやって消して描き直したりとかしてます、デザインをで、ハロウィンメイクの場合、自分で思ってるよりなんか大胆に描いた方がいいなって思いました。なんか結構ナチュラルだとハロウィン感が減っちゃうというか、大胆に濃く描いた方がよりそれっぽさが出ました。なので何回もこう塗り重ねて線を太くしていったりしてます。はい、次は黒のシャドウを使ってダブルラインを描いていきます。平べったい筆を使うとやりやすいです。まぶたのくぼみに合わせて上のラインを線を引いていって、中をちょっと黒で塗っていきます。もう今回ハロウィンメイクなどで黒単色でかっこよくいきます。
で目尻の方濃いめで、目頭は薄くグラデーションになるように塗っていってます。でコンシーラーを使って目頭側の内側のところを明るくしてダブルラインを目立たせます。次は黒シャドウを下にも塗っていきます。まぶたの下のところにこんな感じで適当に塗っていきます。これ結構慎重に塗ってるんですけど、最終的にかなり濃くした方がそれっぽかったので、もっとがっつり塗っても大丈夫です。ノーズシャドウを入れていきます。ノーズシャドウもアイシャドウで入れちゃってます。鼻のてっぺんと鼻筋のところにちょっと濃い色を先に置いて、薄い色でぼかしていくって感じでやってます。この眉毛の下とか鼻筋のあたりを塗ってます。でまたぼかしてます。マスカラを塗っていきます。このマスカラ結構ちゃんと伸びてくれるのでお気に入りです。顔テーピングをしていきます。軽くほっぺたのところティッシュを付して貼っていきます。これでほっぺたがリフトアップされて、ちょっとシャープな印象にできます。いつも普通のテーピングをした後にソフトなテーピングを上から重ねてちょっと補強して、そこからピンで留めてます。仕上げに白いファンデーションを全体にはたいていきます。ピエロメイクなので白塗りもありかなと思ったんですけど、テーマパークとかによってはルールで白塗りダメだったりするかと思うので、ナチュラルめにしてみました。コンシーラーで眉毛の剃り跡を隠していきます。この時1段階明るいコンシーラーを使うと綺麗に消えるそうです。リップメイクをしていきます。まず薄めのリップティントで全体を塗ります。はい。でちょっと結構濃いめの赤色で次また上に塗り重ねていきます。はい。でこの口元殴られメイクみたいな感じにしたいので、ポンポンとぼかしていって、で黒リップですね。黒リップを縁取るように塗っていきます。真っ黒じゃなくて赤黒みたいな感じにしたいので、まず縁取りをしてからぼかす感じでいきます。はい。で最後にグロスをちょっと真ん中あたりに塗ったら完成でございます。ハイライトを入れていきます。鼻のてっぺんとか鼻筋とか眉毛の剃り跡とか唇の上とか顎とかポイントで入れていって、でこれ黒のシャドウがねやっぱりちょっと薄かったので濃く足していって、こんな感じで完成です。はい、完成しました。ハロウィンメイクです。こんな感じになりました。今日はねゴスっぽい服で猫耳つけてみました。メイクはピエロっぽいのにゴスなのか猫なのかピエロなのかみたいな、ちょっともう盛りだくさんになってしまいました。まあ何でもいいよね。自由さもハロウィンメイクの楽しさだと思うので、もう好きにやりましょうっていう感じです。そのキャラデザとかも含め好きなだけできるっていうのが楽しいですね。今回のメイクのコツとしては、黒シャドウをガーって塗りつぶしてもいいんですけど、こっちだけ暗くしてこっちを薄くして、ちょっとハイライト入れてます。そうこっちだけ薄くしてこっち濃くっていう感じでやってみました。あとこの口の殴られメイクみたいな、なんか勝手に殴られメイクって呼んでるんですけど、ぼかすって感じの唇にしてみました。なんか殴られた人みたいでいいんじゃないと思って。じゃあ皆さんハロウィンをいっぱい楽しみましょう。